今回の動画はこちらのアクセサリーを飾って収納できるスタンドを作ります。こちらは去年の夏頃に近所の小さな村の飲みの市へ行った際に見つけたものです。もともとは卓上ミラーですが、肝心の鏡や片方の鍵のデコレーションがなかったりしましたが、とっても素敵なフレームでしたので一目惚れして購入しました。素材は真鍮でできています。釘の部分など少し錆びているところはお酢できれいにしました。1時間ほどお酢の中につけて拭き取っただけです。フレーム全体は少し黒ずんでいますが、逆にヴィンテージ感があって気に入っているので、乾いた布と歯ブラシを使ってホコリなどをきれいにする程度にしました。少し気になった大きなシミには柔らかい布にお酢を染み込ませて拭きます。あまりやりすぎるとその部分だけピカピカになってしまい、全体の古い雰囲気を損なってしまうので、気にならない程度まできれいにしました。まずは裏板作りから。紙をフレームに沿わせて跡をつけ、型紙を作ります。今回、裏板には段ボールを使用しますので、先ほど切った型紙を使って段ボールを切ります。布は表と裏の2枚が必要になります。裏の布は最終的に見えなくなりますので、同じ生地を使う必要はありません。まず裏の布は型紙よりも5ミリほど大きめに切ります。そこに2センチ間隔で平行線を引きます。今回は形が不規則なフレームなので、線は布の端からではなく、真ん中より少しずらした位置から上下に引きました。上と下の部分はギリギリまで線を引かず、2センチ以上のスペースを空けています。表の布は長方形に切ります。サイズですが、私は今回横が22センチ、長さ50センチのものを用意しました。横幅は裏布の一番幅が広い部分の長さです。縦の長さの計算方法としましては、こちらの表の布には5センチ間隔の線を8本引きますので、線の端から端までの間隔は35センチ、プラス上下の長さに余裕を持たせて50センチにしました。長方形が切れたら5センチ間隔の平行線を引きます。生地の表側に来る面を上にして、真ん中より少しずらした位置から上下に合計8本描きます。次は
この2枚の布と線を合わせて待ち針で留めます。この時、線を描いた面がそれぞれ外側に来るように布を重ねます。少し手間ですが、アイロンをかけて線を分かりやすくしてもいいかなと思いました。それぞれの線を縫い合わせます。表面を見ながら縫いますが、端は裏面の生地があるところまで縫います。完全に上下の線がぴったり合わさるのは難しいので、あんまり気にせずに進めます。表面から見たときに綺麗なら問題ないです。それぞれ線を縫った間に綿を詰めます。私は少し芯になるものが欲しかったので、家にあったこちらの木の棒を適当な長さに切って中心に入れました。割り箸などでもいいと思います。詰める綿の量はアクセサリーを入れてみながらお好みで調整してください。すべてに詰めたらフレームをかぶせてみながら両端と上下に詰める綿の量を調整します。上下の部分は両端を開けて手縫いしました。上下の部分にも綿が詰めれたら全体を丸く縫い合わせます。表から見て布の端がきれいになるように待ち針で留めます。表の布を裏の布に合わせて切り揃えます。縫う線は内側に5ミリほどの位置、ちょうど裏面のピンクの線のあたりになります。布の端のほつれが気になったのでジグザグ縫いをしました。
大きくはみ出た部分を切ります。段ボールの片面にかわいい紙を貼ります。こちらは家の壁紙に使用したトワルド・ジュイというフランスの伝統柄のもので、今回のフレームと雰囲気が合うかなと思いこちらにしました。グルーガンでくっつけて出来上がりです。今回はこちらの卓上ミラーで作りましたが、お気に入りのフォトフレームなどを使われても可愛くできるんじゃないかなと思いました。でこちらの幅ですが、私はこのようにいくつか違う幅のもので試し縫いをして、フレームと合わせながらどの幅のものが一番合うかなというのを見ながら決めました。でこちらはかなり薄い生地だったので、綿をきれいに詰めないとこういうふうにボコボコというふうに、綿の跡が見えてしまっていました。ですので生地選びをする時もそういった点を考慮しながら、生地の厚さなど決めてみてください。またこちらは取り外しができますので、いくつか違うパターンのものを作成しておいて、お部屋のインテリアやその時の気分に応じて付け替えて使っても楽しいんじゃないかなと思います。もしこちらの動画に分かりにくい点などありましたら、ぜひコメントで教えてください。こちらの動画もご視聴くださりありがとうございました。